り解説。伝説の日本映画、黒澤明だけじゃない。世界の巨匠が震えた狂気の日本映画、異端の傑作ベスト10。海外の映画人に影響を与えた日本人っていうと、真っ先にスター・ウォーズに影響を与えた黒澤明監督が浮かぶわね。ああ、ルーカス監督が隠し砦の三悪人を参考にしたり、ジェダイの語源が時代劇なのは有名だな。でも実は、海外の奇才たちを熱狂させたのは、もっと狂気に満ちた異端の日本映画なんだぜ。狂気に満ちた異端の映画ってこと？その通りだ。ハリウッドの洗練された映画とは真逆の、泥臭くて残酷でも異常に美しいエネルギーに巨匠たちは脳を焼かれたんだぜ。脳を焼かれた。ああ、タランティーノ監督がキルビルを作ったのは、日本のヤクザ映画へのラブレターだし、マンダロリアンのルーツも日本の時代劇にあるんだ。今のハリウッド映画の DNA には、日本の異端な映画たちが深く刻み込まれているんだぜ。あの二人が、マニアックな日本の作品に影響を受けていたなんて驚きだわ。だろ？今回は、世界の映画史の裏側を変えた巨匠が震えた狂気の日本映画、異端の傑作ベスト10を解説するぜ。第10位、マタンゴ、1963年、本田一郎監督。第10位は、海外の巨匠にガチのトラウマを植え付けた特撮ホラー、1963年公開のマタンゴだぜ。キノコの化け物が出てくる映画よね。なんだか少し滑稽な気もするけど。いやいや、ただのキノコ映画じゃない。海外の監督を震え上がらせた理由は、極限状態に陥った人間の欲望やエゴをドロドロに描いているからなんだぜ。欲望やエゴ？特撮なのに人間ドラマがメインなの？そうなんだ。無人島に漂着した若者たちが、絶望の中で絶対に食べてはいけないキノコに手を出してしまう。理性を失って醜い争いを繰り広げ、次々とマタンゴに変貌していくんだ。たった一人、キノコを拒絶して東京に生還した主人公の結末も、救いがなくてエグすぎるのさ。それは確かにトラウマになりそうね。で、誰が監督したの？初代ゴジラの生みの親、巨匠本田一郎監督だ。この狂気に魅了されたのが、あのアカデミー賞監督のギレルモ・デルトロなんだぜ。デルトロ監督が？特撮好きだとは聞いていたけど、そんな渋い作品までチェックしているのね。フェイバリット映画リストに入れるほどだからな。彼が監督したパシフィックリムのエンドロールでは、特撮の巨匠レイ・ハリーハウゼンと共に、本田一郎監督に映画を捧げているんだ。超大作でリスペクトを示すなんて、深い愛を感じるわね。さらに、オーシャンズイレブンのソダーバーグ監督も、この映画の虜になった一人だぜ。え、あのソダーバーグ監督まで？ああ、彼は子供の頃に見てひどく怯え、トラウマになったと語っていてな。本気でハリウッドリメイクを熱望していたんだ。残念ながら権利交渉がまとまらず断念したけどな。大物監督がリメイクしたがるなんて、強烈なインパクトを与えたことがよくわかるわ。だろ？人間の業の深さを描いたマタンゴは、今見ても背筋が凍る、異端の傑作なんだぜ。第9位、吸血鬼ボケミドロ、1968年、佐藤はじめ監督。第9位は、あのタランティーノ監督が熱狂した松竹の SF ホラー、1968年公開の吸血鬼ボケミドロ、佐藤はじめ監督の作品だぜ。吸血鬼ってことはホラー映画なのね。ゴケミドロって名前からして不気味だわ。その通りだ。この映画が海外の記載を引きつけた理由は、宇宙生物の恐怖だけでなく、人間の醜いエゴと救いのない絶望感を徹底的に描いているからなんだぜ。また人間のエゴがテーマなのね。どんなストーリーなの？飛行機が不時着し、生き残った乗客たちが宇宙生物ゴケミドロに寄生されて、次々と吸血鬼化していくんだ。極限状態の中で乗客たちは助け合うどころか、自分の利益のために裏切り合うのさ。宇宙生物より人間の方が怖いパターンね。反戦メッセージも込められているって聞いたことがあるわ。お、鋭いな。まさに冷戦時代の核戦争の恐怖や反戦への強いメッセージが込められた、超絶バッドエンドな作品なんだぜ。そんな絶望的な映画のどこに、
タランティーノ監督は惹かれたの？彼はこの映画の異様な映像美の大ファンでな。特に、空が血のように真っ赤に染まるシーンを大絶賛しているんだ。真っ赤な空？なんだかすごく強烈なビジュアルね。ああ、愛が深すぎて、自身の映画、キルビルボル1で飛行機が飛ぶシーンの背景に、その真っ赤な空をそのままオマージュとして使ってしまったほどなんだぜ。自分の大作映画でオマージュを捧げるなんて、相当な影響を受けているわね。海外では、ゴーク、ボディスナッチャーフロムヘルという英題で知られていてな。特撮技術やその不気味な雰囲気から、欧米のホラーファンやクリエイターの間で今でもカルト的な人気を誇っているんだぜ。英題も地獄からの使者って感じでかっこいいわ。日本の特撮ホラーって本当に世界中で愛されているのね。第8位、地獄、1960年、中川信夫監督。第8位は、世界のカルトホラー監督たちに衝撃を与えた日本のゴア映画の原点、1960年公開の地獄、中川信夫監督の作品だぜ。タイトルがストレートすぎるわね。中川信夫監督ってどんな人なの？日本怪談映画の巨匠と呼ばれた偉大な監督だ。この映画が海外で伝説化している理由は、まだ、スプラッター映画なんて言葉すらなかった時代に、倫理観をぶち破るような猟奇的で残酷な映像美を作り上げたからなんだぜ。1960年って、今から60年以上も前よね。そんな時代にスプラッター映画みたいなことをやっていたの？その通りだ。仏教的な地獄の攻め句である、カワハギや、釜茹で、それに人体切断なんかを、当時の最先端の特撮技術を使って徹底的なゴア表現で映像化したんだ。うわぁ、聞いているだけで痛そうだわ。当時の観客は腰を抜かしたんじゃない？ああ、前衛的すぎる地獄のビジュアルと強烈な残酷描写は、当時の日本では過激すぎた。だが、その後この狂気は海を渡り、後年のアジアンホラーや、海外のゴア映画、カルトホラー監督たちに多大なインスピレーションを与えたんだぜ。時代を先取りしすぎて、後から世界が追いついてきたって感じね。まさにそれだ。その芸術性と狂気は海外でもめちゃくちゃ高く評価されていてな。なんとアメリカの権威あるレーベル、クライテリオンコレクションからも、地獄として DVD リリースされているんだ。あの世界の重要なクラシック映画やアート映画を厳選する、クライテリオンから出ているの。ただのグロテスクな映画じゃないって証拠ね。そういうことだぜ。人間の罪と罰を妥協なく描き切り、視覚的な恐怖を突き詰めた地獄は、世界のホラー史にその名を刻む異端の傑作なんだ。第7位、鬼ババ、1964年、新藤兼人監督。第7位は、エクソシストの悪魔の顔に影響を与えた土俗的ホラー、1964年公開の鬼ババ、新藤兼人監督の作品だぜ。エクソシストってあの有名なオカルト映画？日本の映画が影響を与えていたなんて初耳だわ。ああ、海外の記載たちがこの映画を神格化している理由は、幽霊やモンスターではなく、人間の極限状態での業やエロスといった根源的な恐怖を描き切っているからなんだぜ。人間の根源的な恐怖ね。どんなお話なの？舞台は南北朝時代、見渡す限りのすすきの原で、姑と嫁が落ち武者を殺し、身ぐるみを剥いで生き延びているんだ。そこに男が絡んで嫉妬と欲望が渦巻き、夜な夜な姑がおぞましい般若の面をかぶって嫁を脅かそうとするんだぜ。そして最後には、仏罰が下って、面が顔に張り付いて取れなくなるという恐ろしい展開が待っているんだ。想像しただけで息が詰まりそうなシチュエーションね。その般若の面がエクソシストにつながるの？その通りだ。ハリウッドの巨匠ウィリアム・フリードキン監督は本作の熱狂的なファンでな。劇中の般若の面から強烈なインスピレーションを受けて、エクソシストに一瞬だけ映り込む悪魔パズズの顔の参考にしたと公言しているんだ。あのトラウマになったサブリミナルの悪魔の顔、元ネタが日本の般若の面だったなんて衝撃だわ。さらに、ミッドサマーで知られる現代ホラーの奇才アリアスター監督も、完璧な映画と大絶賛している。国内以上に海外での評価が異常に高く、イギリスでは初公開時に大ヒットを記録したほどなんだぜ。
現代のトップクリエイターまで虜にしているのね。ああ、アメリカのクライテリオンコレクションや、イギリスのマスターズ・オブ・シネマなど、海外の名門レーベルからこぞって高画質でソフト化され、今や世界的な芸術作品として扱われている異端の傑作なんだ。第6位、初秋701号、サソリ、1972年、伊藤俊也監督。第6位は、またしてもタランティーノ監督が愛してやまないバイオレンス映画、1972年公開の初秋701号サソリ、伊藤俊也監督の作品だぜ。またタランティーノ監督なのね。彼が日本のバイオレンス映画を本当に愛しているのがわかるわ。それで、どんな映画なの？裏切られた女が恨みを晴らすため、刑務所から脱獄して血みどろの復讐を繰り広げるアクション映画だ。海外の映画狂たちを熱狂させた理由は、泥臭い復讐劇を前衛的でスタイリッシュな映像美で描いたからなんだぜ。前衛的な映像美って、具体的にどんな感じなの？舞台演劇みたいにスポットライトを多用したり、シュールなセットや鮮烈な色彩を取り入れたりしてな。単なる B 級アクションの枠を超えた、アーティスティックな復讐劇として完成されているんだ。なるほど。ただのバイオレンスじゃない芸術性があるから海外のファンも引きつけられたのね。ああ、特に主演の梶芽衣子の圧倒的な眼力とクールな魅力は最高でな。タランティーノ監督は彼女の大ファンすぎて、キルビルのエンディングテーマに本作の主題歌、恨み節を、そのまま使って世界中に知らしめたんだぜ。自分の大作映画のエンディングに、日本の古い映画の曲をそのまま使うなんて愛情が深すぎるわ。だろ？海外ではフィメールプリズナースコーピオンのタイトルで、カルト的な人気を博していてな。イギリスの有名ブルーレイレーベルから、シリーズの豪華ボックスセットが発売されるほどの熱狂ぶりなんだ。日本の復讐劇が、海を越えてそこまで愛され続けているなんて本当に驚きね。まったくだぜ。彼女の冷たくも美しい復讐劇は、海外の復讐アクション映画に多大な影響を与え続けている、最高にクールな異端の傑作なんだ。第5位、子連れ狼シリーズ、1972年、三角健二監督ほか。第5位は、ハリウッド映画によくある最強の戦士と子供というコンビの元祖となったバイオレンス時代劇、1972年から公開された子連れ狼シリーズだぜ。三角健二監督らが手掛けた傑作だ。最強の戦士と子供のコンビって、最近の海外ドラマなんかでもよく見る設定ね。ああ、この作品が世界中のクリエイターに衝撃を与えた理由は、暗殺者が武器だらけの乳母車を押しながら、血みどろの戦いを繰り広げるというぶっ飛んだ設定にあるんだぜ。乳母車に武器？時代劇なのにどういうことなの？主人公の小上一頭は、息子の大五郎を乗せた乳母車に、マシンガンなんかを仕込んで、迫り来たる敵をなぎ倒して旅をするんだ。この設定に、スター・ウォーズ・マンダロリアンのジョン・ファブロー監督も、直接的な影響を受けたと公言しているんだぜ。マンダロリアンのルーツが日本の時代劇だったの？そうなんだ。さらに、シンシティで知られるアメコミ界の巨匠フランク・ミラーも大ファンでな。自身のアメコミ美学に多大な影響を受けたと語り、アメリカ版コミックの表紙まで描き下ろしたほどなんだ。映画監督だけじゃなくて、アメコミ界の巨匠にまで影響を与えているのね。それだけじゃないぜ。アメリカでは、将軍アサシンというタイトルで深夜映画として大ヒットしてな。伝説的ヒップホップグループ、ウータンクランのジザが、曲の中で劇中のセリフをサンプリングするなど、音楽界にも絶大な影響を与えたんだ。時代劇なのにヒップホップにまで、世界中のカルチャーを巻き込んでいるわね。まったくだぜ。乳母車と血しぶきが舞う異端のアクションは、ジャンルや国境を超えて愛され続ける伝説のバイオレンス作品なんだ。第4位、鉄夫、1989年、塚本慎也監督。第4位は、世界中のサイバーパンクファンの脳を破壊した昭和最後のインディーズ映画、1989年公開の鉄夫、塚本慎也監督の作品だぜ。昭和最後のインディーズ映画？タイトルからして硬そうな映画ね。でも、インディーズの作品がどうして、
世界的な巨匠たちに影響を与えることになったの？いい質問だぜ。この作品が世界のクリエイターを驚愕させた最大の理由は、ある日突然、金属に肉体を侵食されていく男の恐怖と狂気を、圧倒的なスピード感と斬新な映像美で描き切ったからなんだぜ。肉体が金属に侵食されていくの？なんだか想像するだけで痛々しくてゾッとするわ。モノクロの 16mm フィルムで撮影されていてな。コマ撮りを使ったストップモーションアニメを駆使した映像と、石川忠が手掛けた金属音やノイズを使った、インダストリアルな音楽が見事に融合して、昭和末期の都会の破壊衝動を爆発させているんだ。映像の狂気と激しい音楽が合わさって、ものすごいエネルギーを生み出しているのね。まさにその通りだ。この破壊的なエネルギーに影響を受けたのが、ブラックスワンなどで有名なダーレン・アロノフスキー監督だ。彼は自身の長編デビュー作、パイを作るとき、この映画から多大な影響を受けたと熱く公言しているんだぜ。あの有名なハリウッド監督の長編デビューの原点に、日本のインディーズ映画があったなんてすごすぎるわ。凄まじい熱量を持った本作は、ローマ国際ファンタスティック映画祭でグランプリを獲得してな。それ以来、海外のサイバーパンクファンや、アンダーグラウンド映画好きの間では、もはやバイブルとして神格化されているんだ。インディーズ映画から世界的なバイブルになるなんて、まさに異端の出世作って感じね。監督自身が制作や脚本も務めた執念の結晶だからな。日本が生んだ、狂気と熱量が渦巻く伝説のサイバーパンクホラーなんだぜ。第3位、仁義なき戦い、1973年、深作金次監督。第3位は、世界のギャング映画の表現を根底から変えてしまった伝説の実録劇、1973年公開の仁義なき戦い、深作金次監督の作品だぜ。菅原文太さんの映画よね。ヤクザ映画って海外の監督にも人気があるの？実はこの映画、それまでのヤクザ映画にあった義理人情の美学を完全に破壊してしまったんだ。手持ちカメラを駆使したドキュメンタリータッチで、泥臭くて凄惨な構想を生々しく描き切ったことが、海外の巨匠たちに衝撃を与えた理由なんだぜ。美学を壊して、あえて生々しいリアルな映像にしたのね。どんな監督が影響を受けたの？まずはミッションインポッシブル2で知られる、アクションの巨匠ジョン・ウー監督だ。彼は深作監督の大ファンでな。泥臭くも熱い男たちの群像劇から多大な影響を受けて、自身の香港ノワールと呼ばれるジャンルに取り入れたんだ。アジアのアクション映画を牽引する巨匠にも影響を与えていたなんてすごいわ。さらに、おなじみのタランティーノ監督も、史上最高のギャング映画の一つと大絶賛しているぜ。彼の映画の特徴である群像劇の構成や、登場人物が容赦なく罵り合うバイオレンス表現は、本作から強く影響を受けているんだ。ここでもタランティーノ監督が登場するのね。本当に日本のバイオレンス映画が大好きなのね。極めつけは、フレンチコネクションのウィリアム・フリードキン監督だ。彼も手持ちカメラによる生々しい演出を高く評価している。世界の巨匠たちがこぞってリスペクトする、ヤクザ映画の枠を超えた歴史的な大傑作なんだぜ。ギャングやマフィア映画の表現そのものを変えちゃったなんて、とんでもない影響力ね。ああ、泥臭い男たちの熱量がフィルムから溢れ出す、まさに異端にして頂点の作品なんだ。第2位、殺しの楽園、1967年、鈴木清純監督。第2位は、当時の映画会社の社長を大激怒させた前衛的すぎるアクション、1967年公開の日活映画、殺しの楽園、鈴木清純監督の作品だぜ。社長を大激怒させたって、一体どんな映画を作ったのよ？それがまさに、海外の奇才たちが浸水した理由なんだ。極端にシュールでスタイリッシュな、清純美学と呼ばれる映像表現が、当時の日本では前衛的すぎたんだぜ。前衛的って、例えばどんなところ？まず主人公の設定からして狂ってるんだぜ。ナンバー3の殺し屋なんだけど、炊きたてのご飯の匂いを嗅ぐと興奮するという奇妙な性癖を持っているんだ。ご飯の匂いで興奮する殺し屋。確かにちょっと意味がわからない設定ね。だろ？
当時の日活社長も、わけのわからない映画を撮るなと激怒してな。なんと鈴木監督は会社を解雇され、その後10年近く映画が撮れなくなる大事件に発展したんだ。解雇されて10年も干されるなんて、本当に異端児扱いだったのね。でも、それが海外の監督には受けたんでしょ？ああ、アメリカのインディーズ映画界の巨匠ジム・ジャームズ監督は、この作品をこよなく愛していてな。自身の映画、ゴーストドッグで、洗面台の排水口から重心を出して暗殺する本作のシーンを、そのまま完全なオマージュとして再現しているんだ。そっくりそのまま再現するなんて、ジャームス監督の強い愛を感じるわね。さらに、香港の巨匠ウォンカーワイや、ララランドのデイミアン・チャゼル監督までもが、色彩や表現からインスピレーションを受けたと公言しているんだぜ。世界のトップクリエイターたちがこぞってリスペクトしているのね。その通りだ。当時の日本では不遇を囲ったが、今や海外の奇才たちから神のように崇められている、奇跡の異端アクション映画なんだぜ。第1位、白雪姫、1973年、藤田俊明監督。栄えある第1位は、タランティーノ監督が愛しすぎてほぼそのまま映像化してしまった伝説の復讐劇、1973年公開の白雪姫、藤田俊也監督の作品だぜ。ほぼそのままってどういうこと？第6位のサソリに続いて、またしても梶芽衣子さんの主演映画なのね。ああ、この映画が海外で伝説となっている最大の理由は、鮮血と雪の美しいコントラストで描かれた、悲壮感あふれる復讐の美学なんだ。どんなストーリーなの？明治時代を舞台に、家族を惨殺された恨みを晴らすため、暗殺者として育てられた雪が修羅の道を歩む残酷な物語だ。タランティーノ監督はこの作品の熱狂的な大ファンでな。タランティーノ監督、本当に日本のバイオレンス映画が好きね。大好きなんてもんじゃないぜ。彼の映画、キルビルボル1でルーシー・ユーが演じた、オーレン石井の生い立ちや、雪が降る日本庭園での血みどろの決闘シーンは、本作のクライマックスをほぼそのままオマージュとして再現しているんだ。あの有名な雪の中の決闘シーンの元ネタって、白雪姫だったのね。さらに愛は止まらず、キルビルの劇中で、主演の梶芽衣子が歌う本作の主題歌、修羅の花を、BGM としてそのまま使っているんだぜ。映像も音楽もそのまま使うなんて、もはやリメイクを作りたかったレベルじゃないの。まさにそうだな。海外では、レディースノーブルードというタイトルで広く知られていて、アメリカの権威あるクライテリオンコレクションからも、高画質のソフトがリリースされているんだ。世界の権威あるレーベルにまで認められているなんて、文句なしの第一位ね。ああ、白雪を鮮血で染めるという、日本人にしか描けない残酷なまでの美学。それがタランティーノの手によって、世界中の映画ファンを熱狂させるバイブルになったんだぜ。まさに、日本映画史上最強の復讐の女神だな。エンディング、まとめ。まさか日本のインディーズ映画やマニアックな特撮、バイオレンス作品が、ハリウッドの巨匠たちにここまで影響を与えていたなんて本当に驚きだったわ。そうだろ？黒澤明監督のような王道だけじゃなく、当時の常識をぶち破った狂気の日本映画も、世界の映画史の裏側で強烈なスパイスになっていたんだぜ。当時の日本の映画人たちの熱量って、本当に海を越えるパワーがあったのね。ああ、今見ても全く色褪せない強烈なエネルギーを持っているからな。視聴者のみんなも、他に好きな昭和の異端映画やヤバい作品があったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。面白かったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。